クリスタルについて聞きたいことがあるんだが。あんたも聞いたのか？何をだ？聞いてはないです。横流しの話さ。横流ししてるから配給が少ないの？急に配給が減っちまっただろ。そういうことなの？あれはクリスタルが横流しされてるせいじゃないかって噂になってるんだよ。悪いやつがいるんですね。調べようにも流れが追えないらしくてな。一体誰がどこへ流してるんだか。それを探るんですね。少しいいか？なんだい？この町には初めて来たが、よそと違って景気がいいな。何か理由でも？ああ、ここはドレイクファングの最寄りの町でね。大都市って感じ？マザークリスタルの警備やクリスタルの出荷で軍の人たちも出入りしてて、よく金を落としてくれるんだ。特にフーゴ様のところの兵隊は太っ腹で助かってるよ。それが怪しいそうだかったのか。ありがとう。忙しいところ邪ダ魔をしたな。ルメキアの軍の誰かが横流ししてるかな。何？あなたもフーゴ様の兵隊さん？そんな風に見えます？いや、違うか。だったら予想当たって。私あの人たちしかお客に取らないの。ずいぶんお高く止まってますね。そんなの気前がいいからに決まってるじゃない。客を差別しちゃダメだぞ。金回りが良くて派手に遊んでくれるし、あんな太客逃がすバカいないわよ。ほらもうあっち行って。娼婦の風上にも置けんやつやな。聞き込みはこんなところだ。一度おじさんと話したいがどこに行ったかな。さっきの酒場に戻ってみるか。もうできんでしょう、あそこは。お姉さん、おじさん知りませんかね。食い意地の汚いおじさんなんですけど、覚えてるでしょ、さすがに。あんたうちで暴れてった客じゃない。その会話2回目です。もうこれ以上の面倒はやめてよね。連れを探してるだけだ。見かけなかったか？ああ、お金持ちのおじさんならさっきそこの階あ、段上がっていよかったったけど。お金持ちのおじさんっていう印象でそうか。残っててくれて、食い意地の汚いおじさんの方じゃなくてよかった。よかったね、お金渡しといて。おじさんどこ行ったの？変なやつに絡まれてないでしょうね。それとも娼婦宿でなんか、まさかとは思うけども。結構稼いでんだぜ。おごってやるよ。ここら辺じゃないっぽいな。どうしようかしら。おっと、あれはよかった、話してるの男の人で。手付金だがこれでどうかね。おい、回収しようとしてるのかな。黒真珠じゃないか。この程度で驚かんでくれ。わしと取引するならそちらの言い値を出そう。わかった。旦那を歓迎しよう。ダルメキア取引場所はダルメキア人の兵士をおじさんは何を？買収してるとこか。でも信用していいかわからんな。ダルメキア人だからっていうわけじゃないが、その兵士悪いことやってるやつだから。おっさん見ちゃいましたけど。今のは？ああ、撒いた餌に獲物がかかった。お前と別れた後、そこらの商人に片っ端からクリスタルを売ってくれと持ちかけてな。当然クリスタルの売買は禁止されておる。ドイツにも当たり前に断られたが、それを見ていた今の兵士が声をかけてきたのだ。金さえ払えば純度の高いクリスタルを用立ててくれるらしい。信用していいかわからんけれども。なんだ、見ておったか。たかが50万ギル、賄賂にしては安いものよ。それ私にくださいよ。たちまち取引に招待されたわ。してお前の方は何かつかめたか。近頃クリスタルの配給が減り、その裏には横流しの噂があるようです。一方でフーゴの紙幣たちの金回りが良くなったという話も。おじさんに取引を持ちかけた兵士を見るに、奴らが横流しで利益を得ているのかもしれません。どうやら当たりを引いたようだな。
おじさん、派手に暴れますかね。ルボルが言っていたのはおそらくこの件だ。おお殿、任せておけクライブ。待っておれ小僧め。どこ見てんすかおっさん。ロザリア7家族を舐めたこと後悔させてやるぞ。どういう気持ちで見てるんだクライブは。取引場所は南ベルクロイ砂漠の一角、人目につかないところだ。街を出るんです都合ね。が悪ければ相手を始末できるか。それは相手も同じように思ってるだろう洗うことにななったら火星を頼むぞ。もちろんです。いないね。それじゃ行ってくる。一人で大丈夫ですかね。おじさん大丈夫本当に一人で。危なくなったらすぐ出てかんとね。なるほど、あんなところに目立つ青色。よく来てくれた旦那。早速だが手持ちはいかほどで？金貨と宝石がいくらか。必要なら中を改めろ。こりゃ500万ギルはくだらないぞ。いいねを出すと言っただろう。さっさとクリスタルを見せてもらえんかね。こっちにたんまりと用意してある。怪しいんだよな。宝石取るだけ取ってちゃんと本当に売ってくれるつもりあるんかね。確かに純度の高いクリスタルだな。しかしクリスタルの売買は足がつくと厄介だ。そのあたりの保証はあるのかね。ああ、それは問題ない。これはもうダルメキアのクリスタルじゃないからな。あちらさんのものだ。と言いますと、売りさばくのは我々だ、御人。心配せずとも足はつかん。クリスタルは責任を持って指定された港まで輸送しよう。あなたはただ金を払うだけでいい。なるほど。ウォールード王国とは。ウォールードに横流ドレイしクファングでしていると。取れたクリスタルの一部は同盟国であるウォールードに輸出されてる。俺たちはそいつをちょいとばかり多くしただけ。密輸ですね、密輸。たまたまここで取引が行われただけで他国のクリスタルのことまでは調べようがないってわけさ。うん、なるほど。そういうことらしい。聞いておったか。はい。これで聞いてませんでしたって言ったらずっこけんでしょ。何の真似だ旦那。ごめんな。下手を打ったか。こいつらただの客じゃないぞ。おい、さっさと奴らを殺せ。ちょっと強そうですね、ウォールードの方は。あいよっこいしょ。おいしょ。ほんでもっておいしょ。そんでもってのあよっこいしょ。竜巻どの辺でせーの、はい、竜巻ここ。はい、みんな一網打尽。はい、私は退散。ここで見てますんで。いやー、楽な仕事だな。おじさん、目大丈夫？目薬買いました、さっき。いた。なんかここに。任せておけ。よいしょ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 。もう竜巻はできんからな。よいしょ。ちょっとどうしようかな。よいしょ。よいしょ。よっこいしょ。よいしょ。はいはいはい、どうぞどうぞどうぞ。
ぐ溜まるね。竜巻が溜まりますぞ、もうすぐ。そして竜巻、はい、ここ。はい、そして私は高みの見物です。ここから動かないです。ここから見てまして、ちょっと強めのがいるな、そこに。おお、どんどん。チョコボだったか。チョコボやりたくないけどかわいそうに。最後タイタンとか言って終わったね。タイタンになった瞬間終わった。最後の決め台詞がタイタンなのちょっと面白すぎるな。片付いたか。こやつらしっかりと騙されておったな。わしの悪党ぶりも板についたということか。さすが。お尋ね者のくせによくも躊躇なく兵士を叩きのめせるもんだ。あ、見てました。まあこんな場所なら騒ぎにもならないか。そういうこと。お前いつから見ていた？じいさんの名演技あたりからね。しかし金に物を言わせて奴らの懐に飛び込むだなんて、下々の者には思いもつかない方法だよ。お金持ちですからね。ダリミル宿場で配給されるはずのクリスタルがここまでお金持ちになるにはそれなりの修羅場をくぐってこないとできないですよ。この町の厄介事だったんだな。その通り。さすがに他国の兵士が相手となると一介の民草には手が出せなくてさ。だけどこれで町のみんなのクリスタルが戻ってくる。結構な数ですよこれ。一旦町へ帰ろう。このクリスタルを運び出す段取りをつけねえと。馬車かなんか用意してきたんじゃないんかい。しばらくしてってそういやまだあんたの名前を聞いてなかったな。あ、自己紹介まだでしたね。クライブだ。クライブ。それが二代目シドの中。覚えておく。よし、仕事は片付いた。約束通り南門に手を回したぜ。とはいえ万平どもはあんたらが暴いた身内の不祥事の後始末に向かっちまったからさ。残った連中が面倒を起こさないように甘い汁を吸わせておいたよ。まあ不祥事の片付けってことは、その費用にはわしの金をみんなが来るってわけでもなかったのね。取引場所で奴らに渡した金を帰り際にちょろまかしておっただろう。ありゃバレてたのか。あとじいさんではなくバイロン様と呼べ。なんか急感に謝するよ。急に上に出たぞ。ドルバ浩二さんと呼んであげて。これを受け取ってほしい。クイージーでもいいんだけど好きな方呼んであげて。シーナ、あ、来たねバッチ。そいつがあれば俺の仲間もあんたに手を貸す。ありがとうルボル。さてうちのストラスで隠れ家に連絡してくれ。砂漠の耳ルジェナ・ダリミルがシドへの協力を再開したってね。うん、ところで砂漠の耳ってどういう意味ですか？やっぱりでっかくなっちゃったっていうネタやるのかな？オミヤラステラントゥイサゲリス。なんて言ってんだろうなこの呪文みたいなの。これからもよろしくなシド、いやクライブ。くねくね歩くのやめてくれないかな。俺はあんたを気に入った。こう呼ぶ方がしっくりくる。なんかこうなんとも言えない間がある。そろそろ南門を越えられるようになってるはずだ。世話になった。いいってことさ。気をつけてな。なんか鼻につくやつだったけど、おじさん。まあいいやつだな。このなんかバーンっていう終わり方なんだろうな。
別にこのバンっていうのなくてもいいんだけど普通に。ね、なんかルボルなんだ、なんか話すとなんかあんのかな。話でもしていくかい？あ、結構話聞けるんですね。だったらせっかくなら話しますか。まずはクリスタルの横流しについてだね。さっきの流れから言うと呆れた話だぜ。ダルメキアとウォールード2国の同盟を傘にクリスタルの横流しとは汚いことしやがる。そういう汚いことはしない主義なんだな。じゃあこの人はクリスタルの配給が減ったせいで仕事が回らず首をくくる寸前の商人だっていたんだぜ。でもよ、あんたが締め上げてくれたおかげでフーゴの紙幣どもはしばらくはおとなしくしてるだろうが、この世にクリスタルがある限り似たようなことは今もどこかで起きているはずだ。急に顔が悲しくなったね。クリスタルがある限り、まあなんかその言い回しでクリスタル破壊しますよっていう感じの流れに持ってくの。なんかクリスタルがあることをあんまりよく思ってないのかなこの人は。人の欲ってのは再現がね。でもあんたがマザークリスタルをぶっ壊したらこんなことを企む輩はいなくなるかもな。もうマザークリスタルをぶっ壊す話も全部この人の耳に通ってるんだね。さすが地獄耳砂漠の耳のルボルですな。期待してるぜ。期待されてるね。みんなマザークリスタルに対しては否定派が多いの？そんなもんかな。そんななんか納得いかんけどな。商人だったらなおのことクリスタルによって生計立てられてるんだから、なんかなきゃ困るもんだと思うけどね。だってクリスタルなくなった後の生活って考えたことありますか？ルボルさんどうなると思います？とてもじゃないけど今みたいな生活はできなくなると思いますよ多分だけど。ダリミル宿場の成り立ちについて。ここかい？ダリミル宿場はこの砂漠で最も恵まれた土地でね、この町全体の名前のことかな。じゃあ澄んだ川の水と温泉が昔から多くの人を集めたらしい。やがてお国がドレイクファングへの中継点として整備すると、ありとあらゆる商人が、こぞって移り住んだ。そしていつしかここは人の欲望を渦巻くダルメキア一、なんだこれわい雑な町、わい雑かな、なんて言うんだかな。まあ要はそういうカオスな町になったってことかな。国の規律が行き届いた首都ランデラとは違って、このダリミルは奔放でおおらかな商人の町ってわけさ。だがフーゴがドレイクファングに城を構えて以来、街中で奴の紙幣がふんぞり返るようになっちまってな。奴らは金と権力で好き放題だ。ダリミル宿場はいつも連中の、横暴に振り回されてる。それがこの町なのさ。まあそんな状況でもみんなうまく生きてるよ。ずぶとくたくましいってのがここの連中のいいところだ。まああそこの娼婦宿のお姉さんたちもあんな感じだったからな。あなた自身について俺みたいな若造が砂漠の耳ルジェナ・ダリミルだなんて予想してなかっただろう。ダリミル宿場って名前でもあるし、ダリミルっていうのは砂漠って意味なんかね。でルジェナが耳を意味する言葉なんかな多分。俺もさ。実は俺も2代目なのさ。この通り名も茨の接吻も通り名ね。この通り名も茨の接吻も全部お師匠から引き継いだんだよ。砂漠の耳はじゃあクライブにとってシドのような通り名だったってことね。お師匠ってのは絵に描いたように豪傑なばあさんでね。あれおばあさんあの人じゃないよね。今自分のアジトにいるあの人じゃないよね。手癖の悪い孤児だった俺はとっ捕まって仕事を叩き込まれた。ある日のことだ。雷に打たれたって死ななそうなお師匠もある日ぽっくりいっちまったがね。亡くなってるってことは違うね。それで今じゃ武器屋の仕事に孤児の世話、砂漠の耳まで彼女の真似事を俺がやってるわけさ。
でもなんかなんとなくだけど豪快なおばあさんって言ったらもうあのキャラしかいないんだけどな。アジトにいるルカンだっけ、なんだっけ名前、カロンおばさんじゃないんかね。死んだとばかり思ってたけど実は生きてたみたいな。だってカロンさんなんか片目義眼っぽいし、雷打たれた時の衝撃でなんか義眼になったとかそんなんないのかな。まあレンスとドリカって孤児の世話は趣味みたいなもんだが、まさかシドとの関係まで引き継ぐとは思わなかったよ。だってなんか知らんけどね、このシドとの関係がもともとカロンさんもあったからこう来てくれてるわけでしょ、あのアジトに。それっぽいんだよな、なんか。よろしく頼むぜ。とはいえせっかくよしみを結んだんだ、これからはよろしくな。なんかでも砂漠の民っぽくはないんだよな、カロンさん。参ったな。肉切りナイフなんて作ったことないのに。何か困りごとか？課題が難しくて。ってあなたはクライブさん。もう有名になってる。すみません、ぼーっとしちゃって。そんな僕はサーバルボル師匠のお気にもとでなさらず家事の修行をしています。実は師匠からある課題を言い渡されて困師匠ってからの課いたんです。題か。注文書はダリミ関係なしか。ルならではの肉切りナイフを作ってみろというもので。ふむふむ。ルボル師匠のことですからただのナイフでは認めてくれないでしょう。クライブさん、もしよければお願いがあるのですが。何ですか？なんだ？私家事初心者ですぞ。肉切りナイフを作るのに力を貸してもらえませんか？肉切りナイフの切れ味を試すために腕を切らせてくれませんかはやめてくださいね。それだけは手伝いませんよ。分かった。ルボルは大切な協力者だ。その弟子の頼みというなら力になろう。よかった、助かります。それで何から手をつける？そうですね、ダリミルならではというのが大事だとは思うんです。ならでは？ただこれまで肉切りナイフを一度も作ったことがなくて、どこから進めればよいのやら。悩むくらいなら実際に使う人に話を聞いたらどうだ。何か手がかりをつかめるかもしれない。肉切り包丁だからお肉屋さんだな。さすがはクライブさん、確かにそうですね。普段肉切りナイフを使ってる人たち、それは肉屋さんでしょう。働く調理人や職人に話を聞けば。そうか、彼らが求めるものこそダリミルならでは。ダリミルの人たちが使いやすいナイフならば課題に応えられるかもしれません。早速話を聞いて回りましょう。僕は宿屋の調理人を当たってみます。クライブさんは市場で話を聞いてもらえますか？いいだろう。それではよろしくお願いします。いいね、顎がしっかりしてていい顔してますな。いらっしゃい。作る料理を教えてくれりゃいい肉を見繕うよ。いや、あら、小顔で可愛らしい少し聞きたいことがあるんだ女性ね。肉屋のあんたが肉切りナイフに求めているものは何かと思ってな。お前さん、鍛冶屋か何か？そんなところおさ。手伝いのようなもんです。肉切りナイフね。肉は部位によって硬さが違うのが厄介さ。肉屋としては筋だろうが赤身だろうがどんな部位でも足立由美がダルメキア人だったらみたいなね。顔してるね。鋭さか。ありがとう。参考にさせてもらうよ。そりゃ肉切り包丁は鋭さは聞かなくてもわかるだろう。そこはさすがに。それはさすがにわからんと困るぞ。切れ味悪すぎる肉切り包丁なんて誰も買わんだろう。お、受付嬢さん、話しかけれるようになった。申し訳ありません。大浴場は現在ご利用いただけない状態でして。何かトラブルですか？お掃除時間かな？このままじゃ私の人生は終わりだ。大浴場の支配人、これはまた別のあれだね。どうしたらよいのだ。この大浴場には私の人生がかかってるというのに。何かあったのか？営業不振かなんかですかね。すまん、今は取り込み中なのだ。
話なら後に。待て、その姿。お前さん、もしや傭兵か。まあそのようなだったものです。ら頼む、力を貸してくれ。話してみろ。大浴場の湯が急に熱湯に変わってしまったのだ。ああ、まあ泉ですからね、魔法で冷自然のやそうにも追い泉。つかない猛烈な暑さに。それは大ここ変。の湯は町の近くにある石灰棚から湧き出ているんだが、きっとそこで何かが起きているに違いない。多分フレイムなんちゃ私は客の対応に追らわれてこの場を動け。みたいな名前のどうかモンスター私に代わってが暴れて調査してきるとかじてくれないいゃなですか。か。いいよ。俺が調べてこよう。ありちょがたい。ちょいのちょいでやっ引きつけて受けてくくるから。れるか。湯が湧いている石灰棚は南門から出た先だ。このまま客を入れることができなければ大浴場が潰れてしまう。私の人生がかかっとるんだ。どうか頼んだぞ。わかりました。何か用か。狩人か。狩りの支度で忙しいんだが。ナイフのことで少し話を聞きたくてな。どういうことだい？新しい肉切りナイフを作る参考にしたいんだが、狩人にとって理想のナイフはどんなものだ？そうだな。皮ごと肉を切れるような丈夫さがあると助かるよ。皮むき用のナイフはすぐ傷むし、使い分けるのも手間なんだ。なるほど。まあ、動物のね丈夫さか油とかいろんなのが勉強になったよついてやっぱ切りにくいでしょうからね。いいナイフができたら買わせてくれ。皮を剥ぐのは大変そうだな。肉切りナイフに求められるのはどうやら鋭さと丈夫さのようだな。それでもよし聞き込みしなくても分かりませんか、そのぐらい。まあクライブさん、何か話を聞くことはできました？ああ、肉屋と狩人に話を聞いてみた。彼らが求めていたのは鋭さと丈夫さだ。素人でも分かるようなことでした。そうきましたか。僕が向かった宿屋の調理そうき人によればましたか言われたの。求めているの分からんはかったか軽さだそうです。軽さなんでもか。一日中ナイフを使うためにまあ確かにね重いと腕それはが痛わかるむんだとか。女性だしね、あそこの。つまり鋭さと丈夫さに加え軽さも満たせばいいわけか。それを実軽くて現できれば丈夫ってのは使難しい、ね。いやすいナイフになるだろうが、全てを兼ね備えたナイフなんてそうはお目にかかれない代物だ。そうよね。軽くて丈夫で肉切りナイ鋭い。フを作っ鋭いはいたこともないおけても。前にルボルがそんな難題を出すだろうか。あのルボル師匠のことですからね。きっとあえて難しい課題を出しているのでしょう。そうかもしれないが、鋭さと丈夫さについては鉄を鍛えて研ぎ澄ませればなんとかなるかもしれません。となると一番の問題は軽さですね。鉄ではどうしても重くなる。素材から考え直すしかないな。誰か詳しいものを知らないか？釣り竿でいうとこのカーボンみたいなそういう確か素材があればね。師匠がひいきにしている行商人が鉱石について詳しかったはず。彼女なら今ベルクロイ砂漠の遺跡のあたりで旅人相手に店を開いていると思います。相談してみましょう。店を畳む前に急がないと。はい、どいた。おっといたね。はい、止まって。おい、どう。よいしょ。もう来てる。早いね。徒歩でここまでチョコボで追いつけない速さできたの？どうだ？足腰丈夫っすね。いい素材はありそうか？いえ、やっぱり難しいようですね。あるにはあるって言ってるだろ。3つの条件を全て叶える素材がね。アダマンタイトという鉱石さ。アダマンタイト。あれはとても高価で、ここしばらくはお隣の灰の大陸でも取れてない。超貴重なそう簡単に使えるもんじゃないってだけだ。一体どうすれば。ダリミルならでは。ダリミルか。どういうこと？あんたこの近くで手に入るものでいい素材を知らないか？どういうことです？似たような素材があ俺にはればね。どうしても
ルボルがそこまでの難題を出すとは思えない。そうよね。だからダリミルならではという課題をダリミルで作りやすいと捉えてみたんだ。そういうことなら石灰を使ってみるのはどうだい？石灰は鉄の不純物を取り除く。そうすりゃいくらか質の高い鉄を作れるはず。ダリミルなら取りやすいだろうし、材料も安価で済む。石灰。なるほどね。その手がありましたか。ぜひ詳しいやり方を教えてください。いつもひいきにしてくれてるからね。それくらいなら構わないよ。すごい向上心のある鍛冶屋さんだね。僕はここで石灰の使い方を教わります。クライブさん、そこでお願いがあるのですが。ずっとお願いされてるからいいぞ。お前が話を聞いている間に石灰を取ってきてほしいんだろ。さすが察しがいいわ。最後まで付き合ってやる。もうずっとお使い頼まれてるから察しが良くなっちゃってる。ダリミルのすぐ近くに石灰棚があります。そこでたくさん取れるかと。分かった。集め終えたら店まで持っていこう。それではよろしくお願いします。よし、行ってくか。なるほど。石灰と外炭をそうやって。おしっかり話聞いといてくれな。クリスタルを受け取った。わ、真っ白。よかった。間に合った。あ、どうしたんですか？どうした？どうにも眩しいわここ。何が？クライブ、これからどこへ向かう？あ、石灰取りに行くんです。違います。石灰を取りに行くんです。ああ、やっぱり。石灰取りに行くだけです。伝えておきたいことがある。ドレイクファングには最近ウォールード軍が入り浸っているようだ。ダルメキアとウォールードは同盟国だし、宿場で奴らを見かける分にはいいさ。だけど国の要のマザークリスタルに他国の軍隊を入れてるのは普通じゃない。確かに妙だ。確かにな。それにドレイクファングの様子を見に行った仲間が数日前から帰ってきてね。あそこで何かまずいことが起きてるんだよ。それはいつものことですので大丈夫ですよ。マザークリスタルではいつもまずいこと起きてるんで大丈夫です。資材置き場から潜り込めるはずだ。なんか親切にありがとう。どうしたの？俺は二度も指導を失いたくはねえぞ。大丈夫です。主人公なのでまだ死ぬことはないと思います。フーゴを撃ってみせるさ。くれぐれも気をつけろよ。ありがとね。眩しいな。真っ白だな。ちょっと、真っ白すぎてちょっと見づらいな、画面が。明るさ最大にしてるから。この石灰棚を抜ければドレイクファングだ。気をつけて進むとしよう。この辺で撮ればいいのかな。眩しい。何も見えねえ。ここで3箇所取って、あれ取れませんか？取れませんか？よいしょ。石灰はこれくらいでこんな石ころ3つ拾う感じでいいのかい？もうちょっと大量に、せっかくだから失敗することも考えてさ、もっと大量になんか馬車とか用意して袋いっぱいとかせめて持ってってやったらいいのにね。サーバ、石灰を取ってきたぞ。渡しておこう。3つほど3つほど持ってきました。ケチくせえなと思われるかもしれないけど、袋がなかったんでポケットに3つ入れてきました。僕の方もしっかりと使い方を教わってきました。早速石灰を使った鉄でナイフを作ってみます。頑張れ。後ろでちょっと応援歌歌ってあげようか。お、もうできたの早っ。しばらくしてだけって書いてあるけども。渾身の肉切りナイフです。見た目は普ルボ通だル師匠ね。に認めていただけると良いのですが。どうだサーバー、ダリミルならではの肉切りナイフは。ちょっと切ってみてよ。ルボル師匠、何か切ってみて。それっぽく見てたようだが、どれちょっと見せてみろ。なるほど。調理人や職人の理想を全て兼ね備えたナイフを目指したか。
わかりますか師匠。それでどうでしょうか。そうだな。鋭さも丈夫さもまだまだ甘い。それに軽さがなっちゃいね。確かにこれじゃ軽さが重すぎてね。軽さを求める調理人どころか他の連中も値を上げちまう。そんなに重いの？あとはダリミルの石灰。目の付けどころは悪くない。ただもう一手間必要だな。不純物を取り除くだけではダメでしたか。なるほど。どこ試作の誰に品としては入れ知恵悪くないわけねされたかは。知らねえが、それに気づけたのは良しとしてやろう。ところでサーバー、お前ならそいつをいくらで売る？課題のために作ったとはいえ、かなりの手間がかかりました。いくらにするかすぐには思いつきませんが、店に出すとしたらそれ相応の値段になるかと。それじゃあ売り物にならない。そうですね。売り物にはなんないんですよね。なんせ普段使いのナイフなんだ。安価で作れなきゃ意味がないぜ。そういうことです。この町で作ってこの町で売れるもの、それがダリミルならではの真意さ。高級品じゃまずいのよ。俺たちは職人であり商売人でもあるんだから。はい師匠。まあ今回はギリギリ合格ってことにしてやる。実際初めてにしてはなかなかの出来だ。火事場に立ったらしっかりと腕を磨け。まあ、ありがとうございます。見習いですからね、まだちなみね。に師匠、すべてを兼ね備えた肉切りナイフを師匠ならどう作るんですか？そんな面倒なものを特注でもされない限りは作らねえよ。鋭いナイフを作って肉屋に売る。丈夫なナイフを作って狩人に売る。軽いナイフを作って調理人に売る。確かにな。これでみんな幸せだ。それぞれね。そりゃそうですね。そりゃ全て兼ね備えたものを作ろうとするとコストがかかりすぎますから。クライブさん、なんとか師匠にも認めてもらえたみたいで、これもクライブさんが力を貸してくれたおかげです。本当にありがとうございました。よかったね。ルボルもああ言ってる。これからも頑張ってくれ。はい、鍛冶師として一人前になる日まで頑張ります。もうね、一人前の第一歩踏み出しましたから。おっと、ちょっとお待ちくださいな。あ、すいませんね。ちょっと娘が腕に雲がついたっつってね、見に行ったらね、ゴマみたいにもう見えるか見えないかのほんのもうちっこい黒い雲でした。なので親指と人差し指で潰しておきました。もうびっくりした。もう外からさ、家の中に向かって窓コン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 ってされたからびっくりしたね。まあ昼間ですからそんな不審者ではないとは思ってはいましたけどもさ、こんな見えるか見えないかの雲で大騒ぎしちゃうんだから困ったもんよね、まったく。おっと、なんか人がいる。はい、降りてどうぞ。またね、アンブロシア。あ、もしもし、通りすがりの旅人？あんた、この先に行くならやめとけよ。見たこともない魔物が出たんだ。あ、見たことあります。何度も見てますんで大丈夫です。もう何回も戦ってる敵なんで大丈夫です。行きます。なんかあるぞ。よし、やっぱりね、炎系、ファイヤー系の敵がいましたね。よし、突っ込むぜ。熱湯の原因はこいつらか。いっぱいいるな。あらららららら。この攻撃、このタイタンのこの攻撃、ユフィの攻撃に似てない？攻撃じゃないんだけどさ、ユフィのさ、シュシュシュに似てない？なんか今思うと、そう思うとなんかすごく馴染み深いね。せーの、はい、ドスコイ。間違えた。はい、竜巻真ん中でできるだけたくさんのボムを巻き込みながら、こっち来んな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 。うわ、熱い。よいしょ、よいしょ、はい、よいしょ。当たってないのよ。
おいしょ。よし、いるね。せーの、はい。まだ出てくるのか。まだいましたね。よいしょ。なんかボスがいるな。そろそろ。はい。おらららら。ユギのシュシュシュだわこれ。よいしょ。おっこいしょ。はい。雑魚敵は仲間に任しちゃおう。もうちょっとしたらまた竜巻が回復するので、よいしょ。よいしょと。はい、皆さん、私はこの辺にいますんで、こっち来ないでね。こっち来ないでね。何度も言うけど、ここで見てます。よし、雑魚がいなくなった。よいしょ。おらら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 よっこいしょ。あとはこれ掴みかけるだけよ。ちょっとよっ。わしも負けてられん。おじさん、わしも負けてられんって言うけど何もしてないじゃないか。最後だけいいとこ持ってった風にすんのやめてくれ。しばらく酒場が使えないなんて。クリスタル横流しの噂。すいませんね、それは酒場が使えないのは。もっちもちのパン。みんなにとって酒場は大事だからな。戻ってきたな。傭兵よ、こっちだ。あんまり偉そうにしないでください。傭兵よとか。傭兵よ、戻ってきたか。高くつきますよ。解決してくれたんだな。もちろんです。竜が元に戻ったと報告があったよ。これならじきに大浴場を再開できるぞ。お風呂ちょっとタダで入れさせてもらってもいいですか。それで原因は一体何だったんだ。ああ、実はな、ボムがね大量発生してたの。カクカクしかじかこれこれうまうまというわけなんだ。あ、ちょっと遅かった。魔物の影響だったのか。ちょっと遅くなっちゃった。全身が火に包まれた魔物など聞いたこともない。今後は気をつけねばならんな。聞いたことない。見たことあるよ私は。何にせよ、よく私のよく大浴場見てるよ。を潰さずに済んだ。何もかもお前さんのおかげだよ。さて、これでどんどん客を呼び込めるぞ。今まで損した分までたっぷりと取り戻さねばな。無料で入れるクーポン券みたいのないっすか。報酬それでいいです。あ、レベル上がった。ヒヒーロ金と、なんかね、もらったけど別に使うことはないんだこれは。私の大浴場が救われたのもお前さんのおかげだ。さて、今まで損した分をたっぷり取り戻すぞ。クーポン券くださいね、後で。お待たせしました。まもなく大浴場を開放いたします。お風呂入れたら神ゲーなのにな。さてそれではもうここでのねお仕事終わったんで、次ドレイクファングについに向かいますか。今度はフーゴとの戦いというよりはタイタンとの戦いになるのかな。もういいて、フーゴは。フーゴ様の御用達いいて。釣り道路はいかが。というわけで、次回ドレイクファングに向かって出発していこうと思います。おじさん、せっかくだからおじさんとねトルガル見えるように今日動画の締めくくりたいんで、ちょっともういい感じに映れんかここ。はいはい、立ち位置みんな立ち位置考えて、もうちょい集合できんか。この辺でしょうがないな。はい、それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。おじさんやる気出して、最後エンディングなんだからやる気出して。バイバイ。
あー、おじさん年だから疲れちゃったってさ、仕方ないね。香やろうそくも上等の品だよ。